っしゃー。プリミティアプレイヤーエールです。今回はレーザー銃を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな素材を利用してより使いやすく強力な武器にしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは新素材のレーザーについて研究しておきます。前回の動画でコレクション機能から大きなレーザーは出せないと言いましたが、それは間違いで、こうやってトリガーを引きながら手を動かすことで、レーザーの大きさを変更して呼び出すことができます。コメントで教えていただいてありがとうございます。そして前回は気づきませんでしたが、離れたところに電気を送る機能があります。こうやって太陽電池に向かってレーザーを当てると、太陽電池が発電して LED が光ってくれます。もちろん LED だけでなく、モーターを回すこともできました。モーターに直接当てても回らないので、やはり太陽電池を間に挟むことが重要みたいです。当てるレーザーの出力を上げれば、より回転速度も速くなってくれました。ちなみに、水中にレーザーを持ち込むと、レーザーが短くなってビームサーベルのようになりますが、レーザーにはちゃんと当たり判定がありますし、こうやって銀で跳ね返すこともできます。跳ね返したレーザーは、レーザーを反射している本体は通り抜けますが、他の本体に当てると消えてしまっていました。この水中でビームサーベルのようになる現象を地上で再現したければ、こうやってレーザーの先につけた長いガラスの先に物体をつけることで、途中でレーザーが切れてビームサーベルのように見せることもできます。中にガラスが入っているので簡単に折れますが、コンデンサを挟んでレーザーの出力を上げることでダメージを与えることもできました。扱いづらい武器ですが、見た目はいい感じですね。おっと、先端につけている銀から反射したレーザーで本体が壊れてしまいました。離れたところからの反射だとダメージを受けるみたいです。ではそろそろレーザー銃作りに入りましょう。こんな感じで大きなレーザー本体にくっつけるバッテリーの数を増やしていくことで、レーザーの威力が上がっていきます。なるだけ威力の高いレーザーにしたいので、たくさん追加していきましたが、これだけの量をつけても、古代の蘇生装置にはまともにダメージを与えることができませんでした。そこで、コンデンサを連結したものを使うことで、138ダメージを出すことができました。コンデンサの電力でも、このくらいの威力なんですね。今度は並列に7個のコンデンサをつけてみると、なるほど。137ダメージ。さっきとほぼ同じです。さらにコンデンサを11本に増やしたら、トリガースイッチを挟んで、トリガーを引くと、138ダメージ。コンデンサを増やしても、威力は変わらないみたいなので、逆に減らしましょう。しかし、1本だとノーダメージ。2本でもノーダメージ。3本で12ダメージ。4本で138ダメージでした。コンデンサは直列につないだので、照射時間によってもダメージが変わるみたいです。とりあえず4本あれば最大ダメージが出たので、コンデンサを4本と、それを充電するためのバッテリー、トリガースイッチ、狙う時にレーザーサイドとして使うための太陽電池を組み合わせて、レーザー銃を組み立てていきましょう。よし、とりあえず完成です。片手でなんとか持てる重さになりました。早速蘇生装置を狙うと、あれ？ノーダメージ。どうやら地面に固定している時とダメージの入り方が違うみたいです。しっかり充電されているのを確認してから撃っても64ダメージでした。その後も
つたびに威力が違って、運がいい時だけ最大ダメージの138ダメージを出すことができました。4本のコンデンサだけだとダメージが安定しないことが分かったので、コンデンサを1本追加して5本のコンデンサにチャージして打てるようにしましょう。ついでにバッテリーも3本から5本に増やしてチャージ速度も上げておきました。こちらで蘇生装置を打ってみると、138ダメージ。チャージもそれなりに速いので許容範囲内です。それから何度か同じように打ってみましたが、先ほどのコンデンサ4本の時とは違って安定して最大ダメージを出せていました。遠くの木も破壊できたので、これでレーザー銃は完成です。設計図機能でもう一つ複製して蘇生装置を狙いましょう。いきますよー。発射ー。ダメージが2倍になっています。それでも火薬の銃と比べると一撃の威力は低いですが、射程が長く反動も発生しないので狙いやすい武器になったんじゃないでしょうか。とりあえず前に生えている木を狙って撃ちまくってみると、結構離れたところにある木にも簡単にダメージを与えて破壊していきます。太陽電池によって常に細いレーザーが出ていて狙いやすいですし、弾速もほぼ無限だと思うので、命中させやすさは最上級だと思います。でも、威力は控えめなので、あまり大きいものを倒すのは苦手みたいです。バッテリー消費もそこそこあるので、このくらいの木を破壊したところで、バッテリー切れになりました。では、いつものように巨大な木から狙っていきましょう。わかっていたことですが、木の葉っぱにダメージが入りません。こういう課題的には、向いていない武器ですね。さらに、ドローン工場の壁を狙っても、ノーダメージでした。それでも、レーザー砲台やドローンを狙えば、簡単に破壊できるので、用途によってはかなり活躍しそうです。そして、ロボットに対して使っても、簡単に破壊することができたので、対ロボット兵器としても、かなり優秀でした。レーザーサイトのおかげで、動き回るロボットにも命中させやすいのがいいところです。しかし、風力発電機の柱は破壊できません。その代わり、風車やレーザー砲台、モーターやバッテリーまで破壊できるので、遠距離から簡単に無力化することができました。ここで銃を上に向けると、レーザーサイトが消えることがあるのが分かったので、太陽電池の面積を増やして対策しておきます。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、レーザー銃で撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。おりゃー！これくらい耐久力の低い相手なら、コンデンサの電力を使い切った後のバッテリー5本分のレーザーでも破壊することができるので、ほとんどこちらは動かずに、すべてのザコゲラを殲滅することができました。こういう相手には、かなり有効な武器ですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。レーザーサイトを確認しながら、トリガーを引くだけで、狙ったところに確実に命中します。トリガー引きっぱなしで、低威力のレーザーを撃ち続けることもできるので、ザコキャラ相手なら余裕です。もちろん、襲ってくるスライムも簡単に撃退できますし、何度も撃てば交渉を破壊することができます。入手は難しいですが、その分高い性能を持つ恐ろしい兵器です。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、レーザー銃で撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。早速当ててみると、ダメですね。ノーダメージです。そこで、スライムの顔に火薬を貼り付けて、そちらに点火する形でダメージを与えましょう。
意外と点火できませんね。その前に壊れます。松ぼっくりをくっつけても同じように壊れますね。そこで下に置いた草の上にさらに松ぼっくりを置いて、そこを狙ってレーザーを照射すると、やったー！ 13,956 ダメージ。巨大スライムを倒しました。貼り付けた火薬がうまく爆発して、一撃で粉砕してくれたみたいです。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた改良型レーザー銃さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー